皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、お隣韓国における親日派狩りの動きについて取り上げていきます。韓国ではつい最近、国会での総選挙が行われました。この総選挙では、新型コロナウイルスが国民にとって一番の関心事であり、新型コロナウイルスに対応が連日報道されていたムン・ジェイン大統領や、そして与党の動向といったものについて、国民が大きな支持を与えました。これによって韓国では巨大与党が誕生し、ムン・ジェイン政権の政権基盤は強化されました。この強化された政権で推進されようとしているのが反日的な法律だというのです。一体どのような法律なのかというのを今回は見ていきましょう。ムン・ジェイン圧勝で確定。日本を褒めることを禁止する法案のやばい中身。政策は親日勢力の生産。4月15日に行われた韓国国会の総選挙。300ある議席のうち、ムン・ジェイン政権の与党である共に民主党系は、保守系野党である未来統合党系を大きく上回る180議席を獲得し、当初の予想をはるかに上回る与党の圧勝、そして保守の完敗に終わった。今回の歴史的大勝により、ムン・ジェイン政権は残り2年の任期中に、やりたい放題の政策を展開できる国民的支持を得たことになる。中でも、外交安保の面では親中・親北的な色彩が一層強まる一方で、日本に対してはさらに強硬な姿勢となることが予想される。例えば、そんな反日議員の一人が韓国社会の従軍慰安婦問題の世論を主導してきた正義記憶連隊のユン・ミヒャン元理事長である。彼女は与党の比例代表候補として初当選した。ユン氏が出馬以降に韓国メディアに明らかにした内容を総合すると、彼女は慰安婦問題に対する教育と研究活動などに対する政府支援を法制化することを目標にしているという。また、国際社会の世論形成に向けて国連や多国間外交の舞台で慰安婦問題を積極的に提起して国際的な連帯を強化していくという抱負も明らかにした。以下、ユン氏の発言内容である。私が国会でしなければならない一番大きな役割の一つは、日本軍の性奴隷制度と関連した真相究明と謝罪、そしてそれを未来世代へ伝えるための教育など、様々な活動を支援できる法制度を整えることだ。政府が日本軍の性奴隷関連の博物館を整備する活動や、女性の人権と平和を国際社会で発言する活動などを支援することで、女性の人権と平和を実現するための市民社会の努力を国際社会に拡散させることができる。日本にとって不都合なのは彼女のような反日議員の存在だけではない。与党の対象に終わった目下の韓国国会では反日関連法制定の一環として親日称賛禁止法なる法律が成立させられようとしているのだ。日本を褒めることを禁止するとしか読めないこの親日称賛禁止法、一体いかなる法律なのか。この法律の制定を推進しているのは幸福会という団体だ。対日独立運動家の遺族らで構成された政府支援団体である幸福会は、昨年この選挙後に開会する第21代国会で親日称賛禁止法を設立させるための活動を始めると宣言した。ホロコースト法を参考にした法案。幸福会が推進する対日称賛禁止法の基礎となっているのは、2018年12月に共に民主党のパク議員が発議した日本の植民地支配と日本軍の性奴隷制度の被害者に対する虚偽及び情報操作禁止法だ。2018年には成立までこぎつけられなかったこの法案だが、幸福会は今回の総選挙の前に行った候補者アンケート調査で、全候補者の実に 97% 以上が今国会での親日称賛禁止法の成立に賛成するとの回答を寄せてきたと明らかにしている。一度は葬り去られたはずのこの法案に彼らは再び命を吹き込もうとしているのだ。フランスやドイツなどのホロコースト法を参考にしたと言われるこの法案は、つまり日本統治時代に対して事実と異なる主張をしたり、事実を歪曲したりすれば処罰されるという法案だ。具体的には、慰安婦と徴用工の問題をはじめ、日程の植民地支配や侵略戦争行為について、歪曲、美化、鼓舞、または宣伝する者には、2年以下の懲役、または2000万ウォン以下の罰金を課するとなっている。さらに、このような親日的な主張をオンライン上で拡散する行為も禁止しており、
インターネット上でこれらの主張に同調する一般人の行為も処罰対象となる。インターネットプラットフォーム運営者は関連コンテンツを削除する義務があり、義務に違反した場合は最大650億ウォンもの罰金を課せられてしまう。親日称賛禁止法の前にひれ伏せとでも言うように、幸福会は最近、保守的なケーブルチャンネルのテレビ朝鮮とチャンネル A の廃局を求める請願運動まで聞き始めた。昨年6月、日本政府の半導体部品の輸出規制について、テレビ朝鮮とチャンネル A は揃って、ムン・ジェイン政府が反日感情を煽っていることが、果たして韓日葛藤の解決策になるか。竹槍を手に持って日本と戦おうというチョグク民情主席の主張は、韓日関係に何の役にも立たないと報道。これが親日美化的な発言をしたと主張しているのだ。親日称賛禁止法が成立すれば、当然このテレビ局が行ったような報道は制裁の対象となるだろう。さらに、同法によってメディアや評論家はおろか、一般のネットユーザーまでもが政権の主張と異なる日韓関係の真実を語ることを禁じられてしまうのだ。韓国国民の圧倒的な支持を得ているムン・ジェイン政権と与党の韓国内の親日狩りはこれからも一層加速化する見通しだ。今回紹介した法律というものは韓国の報道機関が日本向けに発信しているニュース記事などでは見かけません。しかし今回の記事はおそらく否定されることはないでしょう。というのも、このような法律を作るかもしれないというのは、ムン・ジェイン政権の本質に関わる部分であり、やっぱり来たなといったような、そういった感想の方がむしろ先に立つからです。なぜそのように思うかといえば、ムン・ジェイン政権はそもそも、選挙の前からすでに反日教育といったものについては推進してきました。例えば韓国の経済成長を支えたハンガンの奇跡について言っても、日本側から多くの資金が入った、日本企業の支援も入った技術やお金といったものが様々入ることによって韓国の経済成長が成し遂げられたわけですが、韓国の教科書はその点について改変されており、すでに日本企業や日本政府の関わりがあったことなどについてはバッサリカットされて、韓国経済が成長したのは韓国が独自に発展したのだという具合にして書き換えられています。このような歴史改ざんといったものは韓国政府は全く気にしていません。現代史に分類されるような年代にあってもそのような歴史改ざんを平気でするのですから、当然のように戦前のレベルであればもっと激しい歴史改ざんが起こっていても何の不思議もないのが今のムン・ジェイン政権なのです。そのような反日的な姿勢を強めているムン・ジェイン政権は、一方で北朝鮮に対する歴史教科書に対しては、基本的には北朝鮮との圧力についての事件などについて削除する方針を進めています。ですから、北朝鮮とのいざこざについては知らない子供たちがこれからどんどん増えてくることになります。一方で、歴史教科書においては、反日の要素についてどんどん増えていくわけですから、子供たちの思想が一体どちらの方向に傾くかというのは明らかです。今語った内容についてはすでに過去に動画にしてありますので、ぜひともご覧ください。そして子供たちは反日教育にどっぷりと使った上で、その上で擁日思想というものを学びます。この擁日思想というのは、日本という国は韓国にとって害をなす存在であると同時に、韓国にとって都合よく使い倒すべきだという対象として教えられます。そのような教育の結果として現れるのが、謝罪と同時に出てくる賠償などの要求です。これは政府レベルにおいても行われますし、教育の段階ですでに登場しているのですから、韓国政府の行っている謝罪と賠償の要求というものは正しいものだという国民の支持が得やすいように環境が整えられていくのが韓国国内における教育の姿なのです。さらに今回の法律が実際に制定されるようなことになれば、当然のように改ざんされた歴史をもとに政府にとって都合の悪い情報については封殺することができます。インターネット上で政府の定めた歴史というものに反していれば、法律の処罰する対象であるということになれば、これはまさに言論統制です。しかし、そのような言論統制の招いたとしても、この法律を通すのは巨大与党、つまり選挙によって支持された人々によって制定されるのですから、ある意味自業自得な面があります。問題なのは日本の側です。このように適正国家であることが非常に明らかになっている韓国に対する日本側の対応というものは非常に緩いものがあります。このような韓国に対して、例えば観光政策においては、誘致先として中国や韓国といった国に積極的にプロモーションをかけて観光客を呼び込もうといったことをしていますし、企業も韓国からの就職というものを広く求めています。
そして企業自身が韓国に進出することも珍しくはありません。また銀行などにおいても韓国企業への融資額というものは非常に大きいですし、また保証問題について言っても、なぜ日本の銀行がこのような韓国の経済に深く関わるのかというのに非常に大きな疑問があります。それこそ世界は今、パンデミックの真っ最中ではありますが、同時にアフターコロナ、パンデミックの起こる前と後ではもはや世界は様相が変わると言われています。その中において、パンデミック後の世界を一体どのようにして考えるかというのが一つの政治的なテーマとなりつつあります。例えば、対中国ということを考えた場合に、欧米は結束して中国と対抗しなければならないという機運が少しずつ高まっています。少なくともパンデミックの前であれば、中国の進める一帯一路の中においてイタリアはすでに取り込まれていましたし、ドイツなども中国とべったりな関係でした。しかし今回のパンデミックによってドイツはこの中国との関係を見直すことを明確にしつつあります。日本は今国内における感染者をいかに抑えるかという新型コロナウイルスへの対応というものが非常に大きな政治的なテーマにはなっていますが、同時にこの問題を片付けた後のことについても今からすでに考え始めなければなりません。幸い今、中国や韓国との人との交流というものは非常に大きく制限されているような状況です。このような状況下にあって、韓国側が反日政策を強める動きを見せているのですから、少なくとも韓国に対するビザの優遇などについては、この際だからはっきりと廃止すべきです。また、このような反日的な政策を進めている以上、カントリーリスクが高いことを理由として、韓国への進出や韓国への融資、また韓国との取引などについても障害を設けて日本企業が安易に手を出さないようにすることが政策決定に必要だと思います。今世界はパンデミックにより大きな動揺を見せています。しかし同時にこれは新しい時代に向かっての大きな変化をするための転機でもあります。このような転機を利用して大きな社会構造や経済構造の変化を成し遂げられるような国こそがおそらくは次の時代の新たな先進国となれるでしょう。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。